こんにちは。鹿です。この動画は、豆腐ビルダー U の解説動画になります。私はこれまで、ビルダーズはもちろん、マイクラなどのブロックゲームも未経験で、初めの頃は屋根の付け方もよくわかりませんでした。ビルダーズ2を始めて最初の1週間で建てた家はこんな感じでした。要塞？ゲームを始めて2ヶ月後にはこの港町が作れるようになりました。何度も作ったり壊したりを繰り返しているうちに、徐々にコツがつかめてきます。基本的な家さえ作れれば、あとは応用で色々と作れるようになります。前置きが長くなってしまいましたが、今回は初級編として、ただの四角い家を簡単おしゃれに見せるコツをお話ししていきたいと思います。おしゃれに見せるコツとして、シンメトリーを意識するのが簡単でおすすめです。ヨーロッパなどでは特にシンメトリー建築が多く、左右対称、均一の取れたデザインが美しいとされているようですね。また、家を建てる位置や向きに悩んだ時は、日当たりを気にしてみるのも良いでしょう。日が当たって明るい面と、影ができて暗い面があります。明るく見せたい建物は日当たりの良い面を気にして作ると良いでしょう。写真写りも良くなります。ただ、日中は影になっていて暗く見える建物でも、夕日が当たる間は明るくなります。この建物は日中は影になっていて少し暗いのですが、夕日が当たる間は影が消えて明るくなります。こんな感じで、日当たりを気にしてみるのも面白いですね。さて、それでは早速。まずは、好きな大きさのお豆腐を作ります。今回は例として、幅7マス、奥行き7マス、高さは4マスのお豆腐を作ってみます。使うブロック次第でいろんな見せ方ができますが、今回はシンプルに漆喰の壁をメインに使っていきます。お豆腐ができました。ここから色々と装飾していきます。まずは基本的な三角屋根を作ります。屋根の土台となるブロックをピラミッドのように重ねていきます。奥の壁の上にも同じように作ります。家を正面から見た時に三角になるよう屋根を置いていきます。三角屋根の家ができました。壁より1マス多く、はみ出るように屋根を置くと、少し立体感が出ます。続いて、真ん中の位置にドアを取り付けます。家の幅が7マスと奇数になっているので、ここでは同じく奇数の1マス扉を設置します。窓も取り付けます。屋根、ドア、窓がついて、お家が完成しました。窓の下にブロックを足して、出っ張りをプラスします。そこに大木の葉ブロックを置けば、観葉植物ができました。植物があると、建物の無機質さが少し和らぎますね。夜でも出入り口がわかりやすいようにランプを設置。続いて、玄関周りを装飾します。これでは雨の日は、外に出たらすぐに濡れてしまうので、屋根を足してあげましょう。柱で屋根を支えてあげれば、完成。玄関に少し変化をつけるだけでも豪華に見えてきますね。
柵で囲って、小さなお庭も作ってみましょう。お花を植えたり、ガーデニングしつつ。お庭でアフタヌーンティーなんかも良いですね。歩きやすいように、玄関から出入り口までの道も作ってみます。お手紙の配達はこちらまでお願いします。表札もつけてあげると親切です。ちなみに家の横や後ろの装飾については、間取りや内装によって変わってくると思うので、好きなタイミングで作りましょう。外観を重視したい場合は、あらかじめ装飾してから内装に取り掛かっても OK。シンプルながらも、立派な一軒家が完成しました。次は2階建ての家を作っていきます。今度は幅10マス、奥行き10マスの偶数のお豆腐を作りました。とりあえず一般的な住宅を作るのであれば、高さは4から5マス程度で良いかと思います。ここから2階部分を作っていきます。わかりやすいように、ブロックの色を変えますね。このレンガブロックの位置が2階の床になります。ただし、下から見た時に、2階の床がそのまま天井になってしまうので注意してください。それぞれ別のブロックにしたい場合は床の厚みを20にする必要があります。続いて2階の壁を作っていきます。1階と同じ高さで作ってみました。ちなみに、1階と2階の高さの比率で見え方が少し変わってきます。比較用にミニチュアハウスを作ってみました。すべて同じ高さですが、それぞれ1階と2階を区切るブロックの位置を変えています。左から、上下同じ比率の建物。1階の比率が高い建物。2階の比率が高い建物になります。上下同じ比率にすると、バランスが良く、安心感のある見た目です。一番作りやすく、大体の建物はこのバランスで作ることが多いです。続いて、1階の比率が高いパターン。2階部分の面積を少なくすることにより、建物全体に高さが出てスマートに見えます。某テーマパークの建物なんかもこの手法ですね。建物を高く見せるために、上に向かうほどレンガやタイルなどの面積が小さく作られています。最後は2階の比率が高いパターン。他と比べて少し重みのある見た目ですね。なかなかバランスを取るのが難しそうですが、素材や色合いによっては面白い表情になりそうです。さて、次は屋根の土台を作っていきます。今度は横から見た時に三角になるように作ってみます。このままでは正面から見た時にのっぺりしてしまいますね。その場合は小さな三角屋根を作ってあげたりすると豪華に見えます。
は玄関部分を作っていきます。今度は1マス分、出っ張った入り口にしてみましょう。横幅が偶数の家なので、2マス扉を設置。ライトと表札もつけたら玄関が完成。窓を設置していきます。窓周りに均等に余白があると整って見えます。窓飾りをつければ、丸みがプラスされることで優しい印象になりました。窓の下にブロックを置き、カッターで上半分にします。ついでに上の方もなんだか寂しいので、観葉植物を設置します。2階には柵を置いてバルコニー風にしてみました。壁に何か出っ張りを装飾するだけでも違って見えてきますね。2階へ繋がる階段も作ってみましょう。家が狭かったり、階段の設置スペースがない場合は、外階段でも良いと思います。落ちないように柵などを設置してあげると親切ですね。こんな感じで、2階建ての家が完成しました。さて、次は左右非対称、アシンメトリーな装飾でお店を作ってみたいと思います。屋根ですが、今回は縦に長い三角屋根を作ります。今度はブロックとカッターを使って屋根を作っていきます。ブロックは屋根パーツよりも少し自由度が高いので、オリジナリティが出しやすいです。また、普通の屋根にはない色や素材感を取り入れることもできます。ブロックを屋根として使えば、縦に長い三角屋根を作ることもできます。重ねるブロックの数を1段、2段と増やすごとに、細く尖った形の屋根になります。屋根に関しては、まだまだ私も苦手分野なので、作っては壊してを繰り返す毎日です。綺麗な三角にはなりませんが、カッターを使って斜めに角度をつけることにより、それっぽく見せています。そんなこんなで屋根ができました。次は左側に出入り口を作ってみます。
は大きめに作ります。窓を大きくすることにより、店内の様子が見えるので、どんなお店なのかわかりやすくなりますね。気軽にお客さんが入っていけそうな感じになりました。ついでにライトや壁掛け飾りで装飾。窓際に棚を作って、商品を並べれば、ショーウィンドウを作ることもできます。日差しをつければお店っぽさが出てきました。空いているスペースに装飾していきます。屋根の上にも煙突などの装飾があると良い感じになりますね。パン屋が完成しました。他にも、窓を取って値札と商品を置けば、テイクアウトもできるお店が完成しました。部屋判定されていなくても、値札があれば商人がお仕事してくれます。豆腐建築と言われるシンプルな家かもしれませんが、装飾もしやすく、家を並べた時に簡単に統一感が出せます。立体的な家が作れなくとも、まずはシンプルな家作りから始めて、徐々にコツを掴んでいくのも良いでしょう。シンプルな形の家でも、使う素材や配色次第でいろんな見せ方ができます。この住宅街も、基本的にはどれも同じ形で作られています。基本的な家さえ作れれば、あとは配色や素材選び、少しのアレンジで様々なバリエーションの家が作れるようになります。解説するとまた長くなってしまうので、配色と素材選びのコツについてはまた次回、解説していきたいと思います。ざっくりですが、家をおしゃれに見せるコツの解説は以上となります。参考になったよ、という方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。